不動産マフです。今日はですね、FX とは何か、またですね、どうやったら始めれるのかというのについて、詳しくですね、解説していきたいと思います。ですね、FX やってみたい、そういった方結構いらっしゃると思うんですけれども、そういったですね、よくわからないけど、ちょっとやってみたいな、興味持った方にですね、わかりやすく、基礎からですね、どういう仕組みなのか、またですね、メリット、またですリスク、結構 FX リスクがありますので、そういうことをですね、投資家の目線で解説していきたいと思います。ですね、今日はなんですけども、FX 何か、またですね、メリット、デメリットと、リスクですね、あと始め方、どうやって始めるの、そういった内容をですね、初心者の方にも全く投資やったことない方に向けてですね、解説していきます。ですね、FX 聞いたことありますよね。フォーリンエクスチェンジの略でですね、外国のですね、通貨を交換する、そういう意味でですね。で、通貨をですね、交換して、安い時に交換して上がったら、売るとかですね。それで利益を出すっていうのが、FX ですね。トレードするとか言ったりしてるんですけども、トレーダーとかね、投資とはちょっとイメージ違うんですけども、その通貨を交換することですね。通貨が値上がりしたら、利益が出る。そういうことですね。で、例えばですよ、1ドル100円で購入しました。ペンギンさんがですね、1ドル100円でですね、購入しました。アメリカドルですね。今強いですよね。ただですね、ドルがですね、ドル高になって円安になった。1ドル101円。これ円の価値が下がって1ドル101円でないと買えないっていうのがあるんで、これ円安になるんですけども、そうなったら、どうなるかっていうと、この時に売ったらですね、101円、1ドル売ったら101円もらえるんで、100円で買ったものが101円で売れましたってことで1円儲けられますっていう、これがですね、FX の基礎なんですよね。なので、買った通貨が、100円からですね、101円に値上がりする、円の価値が下がってドルが上がると、利益が出る。これだけだとね、全然儲からないんで、1円儲けたところで嬉しくないんで、レバレッジをかけましょうって言って、レバレッジでね、テコの原理みたいなイメージで、これ一気にですね、25倍まで倍率かけることになってます。なので、最大ですね、25倍かけれてて、だいたい4万円分使えばですね、100万円分の25倍になるんで、そういうですね、最低が、だいたいこれぐらいから、FX を始めることができます。で、だいたい1万通貨単位とか言ったりするんで、1ドル100円を1万ドル買うよみたいな感じで1万通貨単位で買う、1万ドル単位で売買するようなイメージですね。だいたい1ドル100円ぐらいだとすると、100万円ぐらいですね。今だと110円、季節によるんですけど、今だと110円ぐらいなので、110万円分ぐらいのドルを買う。そういうイメージですね。で、4万円を元手に、1ドルですね、100円で1万ドルを購入しましたって言って、またこの時101円になったとしたら、1万ドル持ってるんで、これはですね、1万円の利益になるっていう、さっきの、さっきは1円だったんですけども、今回1万ドル買ってるんで、1万倍されますってことで、1万円の利益になるってことで、大体ですね、一番この最初1万ドル持ってる1ロットとかですね、言われたりするんですけれども、それを持ってる場合は1円上がると、大体1万円上がったり下がったりする、そういうイメージを持っていただければね、大丈夫だと思います。で、FX いいところは逆にですね、これ今ドルを買ったんですけども、もしですね、円が、そういう風に、円の価値が上がるよっていう風になると、売りから入ることもできるんですね。例えば将来ね、今円高になりそうだなって思った時に、どうするかっていうと、もうドルをですね、売って、円に変えるっていうこともできるんですね。ドル手元にないけど、ちょっとですね、そういう風に仕組みができる。売りから入ることができるって言ったりとかします。そうするとですね、1ドル100円で、1万ドル円に変えるんで100万円になりました、みたいなことを言って、で、それでですね、1ドル99円になったら、それ、円の価値が高くなってるんで、買い戻せばですね、また99万円で1万ドル買い戻せることになるんで、それでですね、1万円の利益が出る。それさっきの逆ですね。なので、円高になりそうだったら、円を売ればいいし、またですね、円を買えばいいし、円安になりそうだったらドルを買うみたいなですね。そういう、どっちにでもいけるっていうので、両方ですね、いけるんで、メリットもデメリットもありますね。あとね、もう一個、今、売却益値上がりを狙ってたんですけども、もう一個儲ける方法があって、金利の差が、ありますと。日本は今ゼロ金利政策とか言われてるんですけれども、一方ね、アメリカとかはですね、金利 2% とか、これもまたですね、常に金利は変動してるので、今この時点では 2% とかですね、1.5% とか変動してるんですけども、その金利の差がありますってことで、もしですね、ドルを買ったとしたら、金利 2% になるんですよね。でこの金利の差分のですね、金利をもらうことができたりします。例えば、1万ドル買ったとしたら、1万ドルにだいたい 2% ぐらいね、金利がつくとしましょうと。それを毎日ですね、受け取ることができるってことで、だいたい年間2万円を36で割ったぐらい、だいたい1日あたりの金利がもらえてて、今だと、その、証券会社とかに
とか金利にもよるんですけど、まあ1日40円ぐらいはですね、もらえたりとかしますね。これね、スワップ金利とか言われたりとかして、まあ持ってるだけでこうやって金利差でですね、お金がもらえるっていうのがあって、この2つですね。FX 儲け方。一つはまあ売買で儲けるっていうのと、この金利差で儲ける。その2つがメインの儲け方になります。じゃあね、手数料ってどうなってんのって多分気になりますよね。これベラボーに手数料高いかっていうと、これね、史上最高ぐらいに手数料安くてですね、FX の手数料むちゃくちゃ安いですね。びっくりするぐらい安くて、まあ、基本と、口座の維持料とかは、無料になってます。で、どうなってるかっていうと、この、売るときと買うときのですね、差がですね、0.02 円ですね。今、一番安いところで、ぐらいのところで、手数料になってます。これ、この差をねですね、スプレッドとか言ったりするんですね。普通にドルを買って売るだけで、ちょっと若干この分だけ損するみたいな感じですね。例えば中古のね、ファミコン買って、その買った時に、売りに、中古屋さんに売った時のその買う値と売りの差分みたいな感じですね。まあそこで、まあ中古屋さんは利益出したりとかするんですけども、まあ一緒に FX も同じようにこの売り値と買い値の差があって、これをね、手数料として取ってます。で、これをスプレッドと言いますね。で、例えば100万円分買ったらどうなるかっていうと、たったですね、20円分の手数料しかならないんで、ほんと手数料ね、100万円のやつを1個買ったとしても、20円しかかからないっていうんで、これね、べらぼうに安いですね、手数料。これね、ATM で1回引き落としたらね、時間外に100円とか200円かかる世の中に、100万円分のやつをこう、買ったとしても、ほんとビビたるものになってます。で、まあ、例えば外貨預金とかでね、ドル買おうとしたりとかすると、手数料はですね、かなり高かったりとかするので、だいたいまあ5000円ぐらいですね、メガバンクとかもかかったりするんで、もうほんと10分の1以下っていうか100分の1ぐらいですね、むちゃくちゃ小さいっていうので、本当に、FX は手数料が安いですね。なので、圧倒的に安いんで、比較的ですね、手数料でどうこうっていうのはですね、あんまり考えなくていいかもしれないですね。で、まあ、FX で儲けるのは、まあ、言った一通りは、まあ、通貨が値上がりするっていうのと、あと、まあ、買った方向の金利がもらえる。その二つですね。まあ、例えばですね、アベノミクスとか、まあ、すごいちょっと聞いたことあると思うんですけども、安倍政権が取ってからは、一気にですね、円安が加速しました。この2013年、まあ、アベノミクスが始まってから、もう、量的緩和が始まったんで、一気にですね、円安ですね、に進んでいって、もともと1ドル80円ぐらいだったのが、まあ、120円とかまで上がって、今もう110円とかまでいってますよね。もしね、この時に買ってればどうなったかっていうと、まあ、ドルがですね、どんどんドルの価値が上がっていって、円安になっていって、しかも金利ももらえるっていうね、ダブルパンチで儲かったみたいな感じになっていて、まあ、こういった時に買っとくと、まあ、いいよっていうことですね。長期にずっと持ってるだけでね、安泰に暮らせるみたいな。例えば1億円ぐらい突っ込んどくともうとんでもない利益ずっと出続けるみたいなね、そういう風になったりとかするんで、まあ、その2つがね、こういう時期あったりする。まあ、こっからね、この先どうなんのってね、円安に、こう、まあ、さらに円高に行くのかわからないんで、まあ、それを予想するのは FX 面白いところですね。じゃあですね、FX のメリットとデメリット何でしょうかっていうところで、解説していきたいと思います。まあ、まずメリットなんですけども、まあ、やっぱ今言ったみたいにもう超低コストですね。むちゃくちゃ安く買えるんで、コスト負けっていうのはあんまり考えないですね。もうむちゃくちゃ売り買いしたらですね、それはこの20円がどんどんかかっていっちゃうんで、まあ若干ですけど、でもまあ10回やっても200円で、まあ100回トレードしても、まあそれぐらい2000円ぐらいっていう風になるので、まあべらぼうに高くはないですね。100万円動かすっていうのに関すると。で、あと、レバレッジがかけれるんで、まあ、25倍まで最大かけれることができるんで、まあ、少ない元でを一気に増やす可能性が出てくるんですね。あとは、24時間取引が可能なので、株とかね、15時までしかやってなかったりとかするんで、日本株は。なので、まあ、会社終わった後に夜ですね、やったりとか、まあ、そういうこともできる。まあ、メリットとしては挙げられますね。で、夜ね、ニューヨークとか、まあ、そういう市場が動いてると、ちょっと変動しやすいんで、なるべくね、夜の時トレードしますよとかって人もね、いらっしゃったりとかしますね。まあ、基本土日とかね、休みになってますね、市場は。あと、ま、いつでもどこでも取引が可能なので、基本ですね、パソコンかスマホがあれば取引が全然できますよっていうメリットがあって、あと破綻がですね、起こりにくいっていうのがあって、例えばドルがですね、破綻するってこともないし、例えば取引上ですね、日本のその、証券会社が、FX 会社が破綻しても、一応お金がですね、保証されるような仕組みになってたりとかするので、そういったリスクはですね、あんまりないかなと思います。ちょっとね、ジンバブエドルみたいな、危ないとこ買うとやばいですけども、普通にアメリカのドルとかね、ユーロとか、そういったところが破綻する確率はゼロではないんですけども、限りなく少ないかなって思ったりします。株だとね、破産して会社が倒産するゼロになったりとかするんで、金融の、その、通貨も同じなんですけども、国はね、比較的もっと安定してるよっていうところですね。で、あと平等なんですよね。情報とか平等なので、いい面で言うと、情報格差が少ないっていうか、実力差がですね、もろに出てしまうような感じですね。
で、デメリットは何かっていうと、やっぱ結構ね、通貨売るか買うかしかないんですよ、タイミング的に。そのチャートを見てとかですね、売るか買うかのその2つ、ボタンをね、売るか買うかその2つしかないですよ、結局。で、非常に単純がゆえにやっぱ難しいですね。そのテクニックどうこうみたいな。例えばパチンコとかやればね、こう、釘を見たりとかなんかいろいろね、あると思うんですけども、こうね、スロットだと押し目がどうこうとかなんかそういうのあると思うんですけども、まあ FX はね、こう、売るか買うか、まあその2択なんですよね。非常に選択肢が狭まれてるっていうところで、まあ個人的にはこう単純がゆえにやっぱこういろいろ実力が出やすいですよね。で、大損する人もやっぱ多いですね。1年目でまあ、不動産投資家はね、FX 失敗して不動産投資やり始めましたって人が多いですね。大損する人は多いですね。で、ギャンブルではないんで、その25倍とかかけて、いきなり全額ボーンと突っ込んでバーンとなくなるってパターンがあるんで、もうそれだけはとにかくやめてしまってね、ちゃんとお金を管理してですね、1年間まずは生き残ろうっていうぐらいの目安で、まあ始めるのがいいっていう人が多いですね。まあやっぱ、続けていればいつか儲かるっていうところがあるんで、とにかくですね、ギャンブルではないんで、ちゃんとですね、損が出たらちゃんとこうロスカットを切って、ここでもう売るって、まだまだ上がるんじゃないかとかね、さらに買い増ししたりとかですね、まあそういうギャンブル的なことやるとどっか破産したりしますね。あとまあヘッジファンドとかプロとかいろんな人がですね、通貨買ってるんで、もう動きが読めなかったりとかですね、あとまあなんかトランプさんがなんかツイートしただけで円がバーンと動いたりとかしたりとかするんで、まあそういう風にいろんなその市場の動きが激しい時もあったりするんで、まあメリットもでもあるしデメリットにもなったりとかしますね。あとまあマイナスになってしまう可能性があるっていうので、これはちょっと気をつけた方がいいですね。で、これはそのレバレッジで、まあその、全力でレバレッジかけるっていうのはすごい危険で、まあ4万円しかないのに100万円分のドル買ってしまうとかですね、絶対やめた方がいいですね。まあ例えば、すごいですね、通貨が一気に動いてしまうようなケースがあって、一気にですね、例えば100円からですね、90円に10円ぐらい差が10%ぐらい動いてしまいましたってなったら、これさっきですね、100万円が90万円になる、その1万通貨買ってるんで、1万ドル持ってるんで、100万円が90万円になってしまうよっていうことになるんですよね。で、まあ、基本、普通は、ロスカットって言って、勝手にですね、4万円失う前に、処分してくれるんですけども、システム上とか急激に変動しすぎるとですね、その自動処理みたいなのできない場合があるんですよね。それ結構滑るとか言ったりするんですけども、そのトレードが成立しない時があって、気づいたらですね、90円で決済されてたよってなってしまいますと。まあ、そうなるとどうなるかって、これマイナス10万円ですよね。で、マイナス10万円で4万円しか持ってないのに、マイナス6万円になってしまって、借金になってしまうということですね。これ今4万円とか10万円だったらいいんですけど、これ例えば400万円突っ込んでるとして、これで1000万円になってしまったらですね、マイナス600万とかなってしまうんで、なのでそういう風にですね、全額入れておいてロスカットされて、それで、借金になってしまう。こういう急激な変動、年に何回もあるわけではないんですけども、ごく稀にこういうのがあって、それでですね、マイナスになるって人は、結構いますね。この前だと、フラッシュクラッシュってね、1年前ぐらいにそういう急激な変動があったりとか、ちょっと前だとね、スイスフランがですね、介入をこうやめたとかですね、いろんなことがあってですね、急激にバーンと吹っ飛んだりすると、こういう風になったりするケースがあるんで、ちょっとですね、知っといてください。なので、レバレッジをフルにね、もう25倍全額で突っ込むぞ、みたいなのをね、これまずやめた方がいいですね。で、レバレッジ25倍で100万円で1万通貨買ってると、証拠金がですね、4万円ぐらいになりますってことで、もし4万円しか口座になかったとしたらどうなるかっていうと、この時証拠金維持率っていうのがあって、その資産が、今4万円あって、必要証拠金っていうのがですね、4万円を、25倍してるんで、これが必要証拠金なので、資産イコール必要証拠金だから、100% っていう風になってしまって、これがですね、もうほんの少しでも、下がってしまったら、100% 切ってしまったら、追加でお金入れないとですね、この4万円買った分がですね、決済されてしまうっていう風になったりします。ちょっとここのですね、必要証拠金のところだけちょっとですね、注意が必要ですね。なので4万円しかないのに FX やるなところですね、ちょっと単純に言うと、10万円とかね、2、30万円ぐらいあって、FX やるっていう方が、いいかなっていう風に、初心者にはお勧めしてますね。で、追証っていうのは、追加で証拠金入れないといけないですよって、100% 割ってしまうとですね、25倍以上のレバレッジになってしまうとダメですよってことですね。ちょっと分かりにくかったと思うんで、ちょっと例えてみると、4万円買ってですね、4万円分の、4万円しか持ってなくって、レバレッジ25倍で1ドル100円でですね、1万ドル買ってみましたって時に、もしですね、この時レバレッジ25倍になってしまうんで、もし、1ドルが 99.9 円、0.1円下がったとしたら、これ1000円の損失になってしまうんで、
この時、証拠金、元の資産がですね、3.9 万円、1000円減ってしまうんで、もうその後レバレッジがですね、25倍以上になってしまうと。この状態は、基本 NG なので、決められた期間、証券会社によるんですけども、その FX 会社によるんですが、その25倍以上になると、お金を追加入れて25倍以下にしてくださいよっていう風にですね、通知が来て、それをできないと、バーンとカットされますと。でもし、さらにですね、2円以下下がってしまって、50% を切ってしまったりとかすると、証拠金事率ですね。レバレッジが50倍以上になってしまったりとかすると、強制ロスカットで問答、有無を言わずにバーンと処分されてしまうようなケースになったりします。この辺がですね、ちょっと資金管理が注意が必要なので、ちょっと最初ね、わかりにくいかもしれないんですけども、とにかく少ないお金でね、4万円しかないのに100万円分買うとちょっと危険だよと。10万円とか20万円とかね、多ければ多いほどいいんですけども、元手はある程度あって、それですね、フルレバーかけずに、25倍でかけてもいいんですけども、それでやらないと、ちょっと変動したら全部吹っ飛んだりマイナスだってカットされますよっていうことは知っておいてください。で、ここからなんですけども、FX のトレードのスタイルですね、どんなスタイルがあるのかっていうので、戦略はですね、主に2つあって、1つはテクニカルっていうやつで、チャートを見てね、動きを未来を予想するっていうのが1つですね。で本当にね、チャートの動きを見て、上がるか下がるかを予想するっていうのがあって、もちろん完璧にいることは不可能なんですけれども、ある程度予測は立てることができます。で、これよく見たことありますね。これ、ローソク線とか言ったりするチャートなんですけれども、これ見方をですね、ちょっと簡単に解説すると、白いのがですね、陽線とか言ったりとかしていて、この太いところの下がですね、始まりになって、そこからどう動いたかわかんないですけど、一番下がったところのヒゲの部分になって、で、終わったところですね、終わったところがこの一番太いところになります。だから始まりと終わりがこう太いところで、それを超えた部分がですね、これヒゲとか言ったりしますね。逆の場合はこういう風に、陰線とかいたりするんですけども、それでこういう風になったりしてますね。これでですね、この、さっきのやつ見ることで、この上がったのか下がったのか、こう下にヒゲがあるってことで一回下に下がったけど戻ったとかですね、そういうのがなんとなく予想できるっていう、これね、すごいいいローソク線、見方なんで見るようにしてください。で、チャートを分析するときね、ほんと基本は線を引くっていうのが基本でですね、高いところと安いところとかに平行に線引いていくっていうのが、ほんと基礎中の基礎ですね。普通にこう平行に線引いて、平行に線引いて、どうなるんだろうって言って、このですね、線の中でこういう風に往復してるよっていうところからですね、この線のこう反発するんですよ、最初は。で、これを超えたらですね、一気にそこから、転換するっていう風になります。なので、ここで一気に超えたら、そこでですね、そこのトレンドが変換して、こういう風に上がるようになっていくと。またですね、これでも斜めの線をこういう風に引いて、この中でこう振動してるみたいな感じですね。で、こっからまたこの変動、ここをですね、反発せずに下入ったら、また、トレンドが変わってまた下がっていくみたいなね、そういう風になります。で、一回ここですね、抵抗線とか言ったりするんですけども、抵抗線を抜けたら、今度ここで反発するみたいなね、そういうなんかね、一般的なそう言われてますね。なので、とりあえずですね、安値と高値に線引いて、抵抗線をこう反発したりとかしていって、で、さらに超えると、また今度、支持線となってこう跳ね返るみたいなね、そういう風になってますね。これ基礎中の基礎ですね。絶対こうなるってわけではないので、これをやれば儲かるってわけではないし、一般論としてこういうのを見てですね、感覚的に上がりやすいか下がりやすいか、そういうの判断したりとかしてます。で、もう一個はですね、ファンダメンタルって言って、一般的に景気とかですね、そういうのを見て分析して買う方法ですね。例えば、イギリスがユーロ離脱するからポンド安になるんじゃないかとかですね。それで実際ポンド安になったりとかですね。アメリカと中国が貿易戦争になったりとかするんで、ちょっとですね、円を買おうって言って円高になったりとかですね。そういう風に、なんかこう、大きなですね、世界中のなんかこう波みたいなのを見て買っていくっていうスタイルもあったりします。どれぐらいのね、あと、そういった、ファンだと、テクニカルっていうのがあります。で、次に、どれぐらい保管持っておくのかっていうのがあって、ドルを持ってる、円を売ってドルを買うんですけども、どれぐらいの期間をですね、ドル持ってるか、そういうのも戦略によって結構違いますね。画面に張り付いて毎日こうピコ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 見てるっていうのを人とかですね、買ったらずっと放置しておいて、なんか気長にね、1日1回ちょっとチェックするぐらいとかですね、そういうトレーダーによってですね、全然持つ、方針も違うので、それも、違います。で、どれぐらいのイメージかっていうと、なんかこれもですね、明確に定義決まってるわけではないんですけども、スキャルピングっていうのはもう超短期でピッピピッピ動いてるのをこう買ってるようなイメージですね。
で、デイトレとか言ってるのは1日以内でなんかこう売ったり買ったりするようなイメージで、スイングトレードっていうと、1日から1週間ぐらいをこう動いてるとこを買うとかですね。長期トレードは1週間以上で、何ヶ月かわかんないですけども、そういう時間軸の中でこのジャンルもですね、どれぐらい持ってるのかっていうので、結構変わってくるみたいですね。で、特にどれがいいってわけじゃないので、自分に合ったスタイルでどれが儲かりやすいか、そのファンダメンタルなのか、チャートを見るのか、それとも、スキャルピングなのか、デイトレードなのか、スイングなのか、長期なのかっていう、そのね、戦略と、あと時間軸、その二つを掛け合わすのが、どれにするかっていうのは、人によってですね、全然違くって、これと勝てるとかも全然ないですし、独自自分が合った手法をですね、探していくのが一般的ですね。なので、戦略どうするか、テクニカルなのか、ファンダなのか、チャート見るのかどうかですね。時間的軸なのかどうなのか。そんな張り付きたくないよっていう人はですね、長期見ればいいし、もう張り付いてピッピやるのがですね、もうオララっていうのが面白いっていうと、そっち行ってもいいと思うんで、どっちがいいかっていうのは、それ人次第ですね。あとじゃあ FX ね、ちょっと興味持ったからやってみたいよっていう人はですね、これ見てください。とりあえず講座をですね、開設すれば、簡単にできますね。で、講座をですね、簡単にできるんで、あと、講座維持料っていうのもお金かからないので、開設するだけだったら全然すぐできます。一応基本20歳以上からが多いけど、18歳から可能なところもあるようですね。で、ネットとかスマホとかですね、簡単に開設できたりします。なので最短ですね、当日からすぐできるところもあったりしますね。で、銀行口座から FX 口座にお金動かせばですね、すぐできるようになるっていう、振り込みだったりとか、そのシステムで繋げてたりとかですね、資金移動すればできますね。で、FX の会社はどこがいいのかっていうと、一つね、スプレッドが安いっていうところが、一番一番選べるポイントになるかもしれないですね。この、取引をむちゃくちゃやるんだとしたら、スプレッドが安いところはいいかもしれないし、逆にスワップやるんだったらスワップ金利が高いところって言って、手数料とこのスワップ金利っていうのはスプレッドはですね、相反するとこが結構あったりとかするので、両方いいとこっていうのはなかったりするみたいですね。なので最初どこにしたらいいかよくわからないって時は、基本的にはですね、大手であれば、比較的ですね、万能っていうかですね、何やるにしてもいいかなっていうイメージがあるんで、僕は一番でかいところで講座開設したりとかしました。なので、そこからですね、戦略こういう FX やりたいよって言ったら、それに合わせてですね、その頃には詳しくなってると思うんで、で、自分に合ったですね、FX の講座を開設して、それで、さらに勉強するのがいいかなと思ってますね、僕は。で、あとですね、結構複数で作ってる人もいて、システムがたまにダウンしたりとかするケースがあるので、そういってね、大きくね、ポジション持ってる、大きく、ドルとか買ってる時にシステムダウンしたら、もう一個バックアップ持っといて、そっちで売り買いしてですね、キャンセルさせるとか、そういったこともできるんで、プロの、トレーダーはですね、いくつも証券会社持ってるケースがありますね。で、それでですね、FX の始めた方、まとめなんですけれども、FX はですね、何かっていうと、通貨を売買してですね、それで、お金を儲けようってことですね。で、儲ける方は、値上がりするかっていうのと、あとは金利差でスワップと、その売買による、お金のもらい方。その二つですね。で、手数料が安くですね、レバレッジがかけれるってとこがメリットなんですけども、逆にですね、お金がレバレッジかけまくるんで、ギャンブルのようになってしまうと吹っ飛ぶと。ちゃんと資金管理しましょうと。で、売るか買うかの二択なんで、シンプルなので、かなりね、実力差が出やすいですね。で、売買なのか金利なのか、それは人それぞれで、いろんなトレード手法があって正解ないですね。よくツールでね、これやったら儲かるとかいうのはあるんですけれども、それはそんなものはないので、そういうね、ツールで入れるだけでお金が湧いてくるような機会あったらみんな入れるんで、なかなかないんですけど、自分で合った手法をですね、探してみるといいと思います。ショートサイラーのところに、おすすめの証券欄、おすすめの証券会社ですね、FX 会社を紹介してたりとかするので、よかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、投資とか FX とかですね、経済ニュース、わかりやすく解説しているので、よかったらですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつも、引き続き、コメント、高評価ありがとうございます。役に立ったら SNS とかでシェアしていただければ嬉しいです。あと、Twitter で有益な情報を発信しているので、よかったら登録してください。どうもありがとうございました。ウェイ。